こんにちは。早いもので、今年もあと2ヶ月弱となりました。この動画では、今年2021年の私のお気に入りだった塗り絵の本を紹介します。ムーミンの塗り絵です。日本語版と英語版を持っています。大好きなトーベ・ヤンソンの原画をレイアウトしたおしゃれな塗り絵で、とても気に入っています。この塗り絵本について、一つだけ不満な点は、このような壁紙風のイラストのページが多いことです。私は秋っぽい性格なので、同じ絵柄を何度も塗るのが嫌いなのです。そんなわけで、見開きページの片方には、別の本からプリントアウトしたイラストを貼り付けて、塗り絵をしています。このページでは、アルコールマーカーを使用しています。このページでは、光麗色鉛筆と背景はスタンプインクを使用しています。スタンプインクについては、別動画で詳しく説明しています。このページでは、光麗色鉛筆と背景はスタンプインクを使用しています。このページでは、ブルートフナー色鉛筆と背景には水彩絵の具を使用しています。このページは背景がなくて寂しかったので自分で書き足しました。このページでは光麗色鉛筆と背景はスタンプインクを使用しています。このページでは光麗色鉛筆と背景はスタンプインクを使用しています。このページではアルコールマーカーを使用しています。左ページは別の本からプリントアウトしたイラストです。どちらも光麗色鉛筆で塗っています。このページでは光麗色鉛筆と背景はスタンプインクを使用しています。これはアルコールマーカーとメタリックの水彩絵の具で塗っています。失敗して汚くなったページです。このページはスタンプインクとメタリック水彩絵の具で仕上げています。このページは光麗色鉛筆で塗っています。このページはすべて水性マーカーで塗っています。全体を光麗色鉛筆で塗って、シャボン玉はポスカと白のスタンプインクで描きました。光麗色鉛筆と白のポスカを使用しています。スタンプインクと雪の結晶の
ステンシルシートを使用しています。海の背景を描き足しました。水彩絵の具で塗っています。これも水彩絵の具で塗りました。使う水を少なめにすれば、水彩も大丈夫な紙質です。背景に木を描き足して、葉っぱのステンシルシートを利用しています。水性マーカーで塗っています。ギンガムチェックのマスキングテープをアクセントにしてみました。水性マーカーとメタリックの水彩絵の具で塗っています。ムーミンは今のところ一番多くのページを塗っている本です。実は残念ながら1ページも塗っていない本もたくさん持っています。次の本はこちら。スウェーデンのアーティストによる塗り絵です。この本ではポリクロモス、カランダッシュルミナンス、ダーベントプロカラー、ホルベインなどいろんなブランドの色鉛筆を使用していますが、他の本と塗り方を変えたかったので、なるべく中間色の渋めの色を中心に使用するようにしています。左ページは元は背景はありませんでしたが、物足りない気がしたので書き足しています。正直、あまり好きなタイプの絵ではなかったのですが、色を塗ってみたら、細かすぎず、なおかつ余白が目立ちすぎることもなく、塗りやすいイラストだと分かりました。そうは言っても、背景が全くないイラストには、自分で勝手に背景を描き足しています。このページも背景を描き足しました。このイラストはミリペンで点々を描いて陰影を足してみました。このアーティストの特徴である顔に描かれたほっぺたの丸が私的には邪魔で好きではありません。夏に色を塗りかけて何ヶ月も放置しているページです。この本の紙は厚みがあってしっかりしていますが、表面に細かい筋が入っているので、紙の目をきれいに塗りつぶすのが少し大変でした。次の本はグレースケールの塗り絵です。
12種類のイラストが2枚ずつ、合計24ページです。この本は、グレースケールの加工がとても丁寧なので、暗すぎて詳細がよく見えないとか、逆に薄すぎてよく見えないということがないのが良いところです。グレースケールの塗り絵を敬遠される方も多いですが、どこに影をつけていいのかわからないという初心者の方には、練習になって良いと思います。この本の販売元は、ニュージーランドにあり、商品が届くのには1ヶ月以上かかりますが、この本の他にも、たくさんのヴィンテージのイラストの塗り絵が揃っていて、ヴィンテージ好きな方におすすめです。すべてのページで中国製のテリというブランドの色鉛筆を使用しています。72色セットで2600円ほどでした。明るい色が多くて、塗り心地はポリクロモスの少し発色が弱くなった感じで、値段の割には良質な色鉛筆だと思います。これは塗り絵の線画と原画が一緒に印刷されているタイプの本です。美しい細密画の塗り絵が43点載っています。草花と鳥のイラストが主で、魚と爬虫類のイラストも少しあります。お手本があると自分で色を考えなくて良いので、黙々と色塗りに集中できます。本の黒い色の線画が好きではなかったので、フォトショップで線を薄い色に変更してから、ケント紙にプリントしたものに色を塗っています。色鉛筆はポリクロモスを使用しています。細かいものを塗るのに適しています。私にとっては、魚に比べると鳥は色塗りが大変でした。細かい羽毛を描くのは時間がかかりました。胸のあたりの白い細かい羽毛はダーベントのドローイング色鉛筆の白を使って描いています。この色鉛筆は不透明度が高く、重ね塗りもうまくできます。次はこちら。値段の割には薄っぺらな本ですが、中身はなかなかユニークです。虫に人間と同じような顔がついています。蝶のさなぎと青虫の見た目は、ちょっと間違えると、ホラー映画に出てきそうな佇まいです。吉田戦車とボノボノを足して2で割ったような脱力系の4コマ漫画も載っています。この本では、色塗りには水性マーカーとスタンプインクを使用しています。水性マーカーは、色を塗ると筋が目立ちやすいのですが、この本の紙では、とても綺麗に塗ることができます。この世で一番怖いのは、蛇でも、ゴキブリでもなく、カエルです。だから、この2つのイラストは、なかなか塗る気になれません。空は、スタンプインクを使用しています。金色の水彩絵の具で、すすきの穂にアクセントをつけてみました。印刷会社の製版が悪いのか、主役のバッタの顔が見開きの中央に配置されて、全く見えないのが残念です。
正直言って、昆虫には全く関心がありませんでしたが、この塗り絵のおかげで、虫について少しばかりリサーチしてみたりと、ちょっぴり身近に感じるようになりました。レンブラント水彩絵の具のカメレオンカラーは、ベースカラーの上に重ねて塗ると、とってもキラキラして綺麗なので、おすすめです。次の本も、またしても、虫。久保山悟という水彩画家による、実在しない想像上の昆虫たちの塗り絵です。本の巻頭には、作者自身が水彩と色鉛筆で塗ったお手本が載っています。独特のゆるい感じのタッチの線画です。リアルな絵柄じゃないので、虫が苦手な人も抵抗がないと思います。実在しない虫たちなので、自由に色を塗って大丈夫。水彩絵の具で塗りたかったので、フォトショップで線画の色を変更してから、水彩画用紙にプリントアウトしました。この本は、良い紙を使用していますが、水をたっぷり使用する水彩には向いていないので、本に色塗りするときは、色鉛筆の方が良さそうです。色鉛筆とは違った、にじみやぼかしといった水彩絵の具ならではの独特な味わいも大好きです。最後の一冊です。イラストレーター、福田敏之氏による最高に素敵な塗り絵です。ギザギザの線や単純化されたモチーフはとても個性的です。イラストそのものは結構細かいので、色塗りには時間がかかりました。どことなくノスタルジックで昭和の匂いがするイラストだと思ったら、作者は私と同い年だと判明して、すごく納得しました。左ページはダーベントのメタリック色鉛筆で塗ってみましたが、どうも見栄えが悪くなりました。別の使用方法を考えてみます。その他のページは、すべてプリズマカラー色鉛筆で塗っています。
背景の黒は、100均のアクリル絵の具で塗っています。グロスタイプが気にならない方には、安くて結構不透明度が高いのでおすすめします。この本の唯一の欠点は、見開きページの左右でズレがあることです。せっかくの素敵なイラストが台無しで残念です。樹液太郎の塗り絵も、印刷会社は、図書印刷株式会社で、同じ会社でした。この会社は、仕事が雑です。丸いコースターみたいなカードが3枚、おまけでついています。2021年の私のお気に入りの塗り絵7冊を紹介しました。皆様の購入の参考になれば幸いです。